いろいろあってあぶく銭を手に入れたの。シフィさん、カジノで遊んでみませんか？シフィが連れてこられたのはどこから見ても普通のビルで、小さな会社やスナックがポツポツと入ってるだけだった。だけどその一角に私だ。お前か。ようこそ裏カジノビーストへ。すごい！ビルの中にカジノがあるなんて。こんな普通のビルにあったらわからないよね。暴力団関係者が経営している裏カジノは東京だけでも100店舗はあるって言われてるんだって。そして裏カジノはほとんどが会員制なんだ。だから裏カジノを知ってる人に紹介してもらわないと入れないみたいなの。警察に見つからないための工夫もしてあって、エレベーターが止まらない階にあるし、さらに入り口は二重扉になってて、部屋の中の音は一切漏れないようになってたよ。ちなみに裏カジノのお客さんって怖い人とお金持ちしかいないのかなと思ってたけど、意外にもサラリーマンや学生が多いみたい。ルーレットだ。意外と安いんだね。もっと人生の全てをかけるような感じかと思ってたよ。今のシフィーなら5万円なんて余裕だね。なんだか血が騒いできたよ。まずは赤だよ。次は黒。赤、黒、赤、赤、黒、赤、赤、赤。お客様。リーダーさん、今日はこのくらいにしておくね。あいつなんだよ。めちゃくちゃ強者の風格だ。負けっぷりで。まあシフィーはこのくらい半日で稼げちゃうもんね。確かにシフィーは負けたけど、こんなレートでは響かなかった。もっと熱い勝負がしたい。もっと身も心も震えるような。そう思った時、すでに手のひらで転がされてたんだと思う。奴らは甘い顔で近づいてきた。シフィさん、先ほどは大変失礼いたしました。シフィさんほどの方をあんなちんけなテーブルに深くお詫びいたします。別に気にしてないけど。まだまだ遊び足りないでしょ。明日は VIP に。どうですか？特別な方のみが入れる部屋です。シフィさんもきっとご満足いただけると思いますよ。シフィは昇天した。悠久の時を経て大天使と昇華されたみたい。バイバイ地上の人間たち。シフィは秒で1億稼ぐから。わあ、有名人もたくさんいる。黒。ここ貧乏人が来るところじゃないよ。シフィは貧乏人じゃないもん。今日はこの辺で。赤。養分がいるおかげで今日も儲かる。シフィは養分じゃないもん。黒、絶対に黒。さあ行け、もう一度こぎ出せ、勝負の大会へ。そこからは笑えるほど勝てた。バシバシ当たってシフィーの前に札束が大量に積まれた。シフィーは勝利の女神になれたと、この時は本当に思っていたのだけど、それからシフィーはずっとルーレットをやってたの。さっきみたいな神がかった当たり方はしなくなったけど、それでも確率通りには当たってたはずだけど、気がついたら資金がどんどん減っていたの。やった全部に50万ずつかけたから。次のゲームを始めます。あれ、お客様、何かベッドならお早めにどうぞ。後で気がついたんだけど、勝ち金の支払い額を減らされてたんだよね。ルーレットは1回の勝負が1分くらいで終わっちゃうから、生産もすごく早いんだ。だから自分が勝った時の金額が分かってないと、ディーラーに支払い額を操作されても気づけないの。どうやら裏カジノの運営はシフィーからお金を取るために最初は勝たせておいて、後から抜き取るように仕組んでたみたい。ちなみに普通のカジノはこんなことをしなくても利益が上がるようになってるんだよ。だけど裏カジノは紹介制で人が少ないから、深様や支払い額の操作をしないと利益にならないらしいの。シフィーももっと早く気づけばよかったんだけど、お金が全部なくなっちゃった。ゼニー、そこを動くな。警察？賭博罪で逮捕する。シフィーは長い時間取り調べを受けたの。そしてシフィーが受けた罰則は初犯ということもあり、50万円以下の罰金刑だったの。もしこれが長い間出入りしていて常習性が認められてたら3年以下の懲役になってたんだって。この日本で公営でない賭け事は全て違法。裏カジノで賭け事はしちゃダメだね。でもまたあの時の快感を味わいたい。そうだ、これなら合法だし、本場のカジノが楽しめるね。ラスベガスで身柄を拘束された女性がただいま警察車両に乗せられるところです。だ